北海道。それは日本の主要4島の中で最北端に位置する島の名前。本島の面積は約7万8000平方キロメートル。日本の島の中では本州に次ぐ2番目の大きさであり、世界単位で見るとアイルランド島に次ぐ21位である。そんな北海道には5車局24路線、合計 2352.3km の鉄軌道路線が存在する。これら北海道の鉄軌道路線を全線環状するのに何日かかるのか、本動画でこれを検証していきます。はい、皆さんおはようございます。本日は2022年の5月3日、私は今 JR 日本最北端の駅に位置しております稚内に来ております。ここ稚内から北海道の鉄道路線全線走破の旅を始めていきたいと思います。現在の時刻は5時55分、もうすぐ6時というところです。その朝っぱらなんですが、早朝ということもありまして、気温はなんと5月にして 4.3 度とすげー寒いっす。いやー、昨日の夜に雨降ったってのもあるのかもしれないですけど、とてつもない寒さです。5月とは思えん。いやー、寒いっすわ。日本最北端の線路なんてあるんですね。この車止め、昔はもっとこっちまで線路伸びていたんだけど、今はね簡素化されて、もうあの先にしか線路はないです。というところで、前置きちょっと長くなってしまいましたが、北海道の鉄道路線全線を巡る旅、最短何日で行けるのかチャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご覧ください。さあ、駅舎の中に入っていきます。冬の冷たい空気が入ってこないようにするため自動ドアがあります。普通こんなドアは駅舎にはついていません。新鮮ですね。今回稚内を訪れた時は稚内駅新駅舎グランドオープンから10周年でした。駅舎の中にパネルが設置されています。新駅舎は天井が高く開放感があります。駅に掲示されている切符の値段の案内は手塩中川駅まで、宗谷本線の起点である旭川駅までの案内はありません。こちらが稚内駅の時刻表。1日に数本しか運転されていません。非常に本数が少ないことがわかります。改札口の上には発車時刻案内、乗る予定の列車が一番上に表示されています。改札の前には特急列車に乗ろうと列ができています。最初の列車は自由席に座る予定なので、自分も並びたいと思います。あ、そうそう。今回北海道の鉄軌道路線を攻略するにあたって、最初に使用する切符はこちらです。北海道ラブ6日間周遊パス。この切符があれば新幹線以外のすべての JR 北海道の列車に6日間自由に乗ることができます。さらに SL を除く普通車指定席を4回だけ窓口で予約することもできます。これで価格はなんと12,000円。数量限定ですが破格のフリー切符となっています。これだけ安いのは本来24,000円の本切符の半額分12,000円を北海道庁が補助してくれているからです。補助をしてくれているからには全力で活用させていただきましょうということで、この切符を全力で使っていきます。さあ、この旅で最初に乗車する列車が稚内駅に入線してきました。改札を通過してホームに向かいます。紫色の顔をした列車がお出迎え。北海道攻略で一番最初に乗車するのは稚内駅を6時36分に発車する特急サロベツ2号旭川行きです。初っ端の列車から特急列車に乗車します。北海道はとにかく広いので特急を使わないと全線を回ることはできません。ちなみに今日のサロベツ2号は5両編成での運転です。稚内側から2両目を見ると1号車と表示されています。じゃあ一番稚内側の車両は何号車かというと、マシ1号車。
特急サロベツに使用されている列車は気動車なので、柔軟に編成を組み替えることができます。そのためこのような表示を見ることができます。さて、特急サロベツに乗車、5両編成の一番前の車両が自由席です。こちらがサロベツの座席。紫を基本としてカラフルな座席となっています。この列車が製造されたのは2021年。まだ約1年しか経っていません。ホーム上の水たまりに雨が打ちつけています。今までチャレンジ旅を何回もしてきましたが、雨の中スタートするのは今回が初です。まもなく列車が発車します。ご注意ください。さあ、列車が動き始めました。旅の出発地、稚内出発です。稚内駅を出てしばらくは稚内市の市街地を走行します。そしてすぐに南稚内駅に到着です。稚内市の南の乗降口であり、ここからも少し人が乗ってきます。さあ、特急列車が南稚内駅を発車し、稚内市を離れます。南稚内駅を出ると、豊臣、幌延、手塩中川、音威熱府、美深、名寄、標津、ワッサム、そして終点旭川で乗降取り扱いを行います。南稚内駅を出てしばらくすると海が見えます。宗谷本線で唯一海が見えるところです。海が見える区間を抜けたら列車は内陸部を走行します。北海道は人口密度が極端に低い地域です。日本の風景といえばどこかしらに人家が見えるものですが、北海道では全くなし。手つかず自然しかない景色が続きます。さて、最新列車の設備を確認していきましょう。まず座席のテーブルですが、背面テーブルが1つ、そして座席脇から小型テーブルが取り出せます。自由席なのにテーブルが2つ用意されており豪華です。肘掛け下にはコンセントがあります。充電設備があるのはありがたいですね。他の設備も見ていきましょう。大型の荷物が置けるスペースがあります。洗面台はとても綺麗です。男子トイレもあります。こちらは男女共用の多目的トイレ。ということで、最近の特急列車として標準の装備が備わっています。さて、列車は豊臣駅に到着。降り口は左側。扉が開くところを撮影と思いましたが、一向に扉が開く気配がありません。隣の車両に移動すると、こちらは扉が開いています。ここ豊臣駅ではホームの長さが4両分しかないため、後ろ1両の扉が開きません。列車は一番後ろの車両のドアが開くことなく発車。豊臣駅の次は幌延駅に停まります。豊臣駅を出た後も広い草原が続いています。警笛が鳴ると旅情があふれて大変いいですね。列車は豊臣駅から14分で幌延駅に到着です。駅名の通り幌延町の中心駅です。幌延駅も定刻で発車。次の停車駅は手塩中川駅です。幌延駅を出た後も針葉樹林と草原の景色が続きます。普通列車しか停車しない途中駅の様子。駅舎はどこも木造で大変古いです。車内を少し散策しましょう。乗客は少なめ。ほとんど稚内からの旅行客です。少し走ると奥に山々が見えるようになります。列車は手塩中川駅に到着です。駅名に旧国名の手塩の文字がつくのはこの駅だけです。奥羽本線の中川駅と区別するために旧国名が頭についています。列車は到着後、足早に扉を閉めます。次の停車駅は音威熱府駅です。手塩中川駅からは山の中を走行します。遠くにトラックが見えますね。しばらくすると列車は手塩川と並走しながら進みます。木々に少し視界を遮られていますが、大変良い景色です。列車はカーブの多い区間を走行するため、
低速で走行します。川を隔てて反対にある山を見ると少し白くなっているところがあるのがわかります。雪ですね。5月なのに雪が残っているとは、さすが北海道。さて、手塩川の雄大な景色を楽しみます。行くところ行くところ、皆絶景です。山あいの区間を抜けるとすぐに音威熱風駅です。その音威熱風駅に無事到着。宗谷本線の特急停車駅では最も人口の少ない市町村だそうです。その割には駅構造は2面3線と少し豪華になっています。これはおそらくかつて存在した天北線の名残かと思われます。ホーム上には汽車を模したモニュメントがあります。さあ、音威熱風駅も短い停車時間で発車。次は美深駅に停まります。さて、ここでいつもの感触、ベースフードをいただきました。今回はメープル味。個人的には5種類あるベースフードパンの中で一番好きです。音威熱風駅からも引き続き手塩川と並走して進みます。列車は豊清水信号場を通過。ここで普通列車と行き違います。稚内駅を出て豊臣駅で普通列車と行き違いをしてから、これで2回目の行き違いです。ここまで約2時間走行してようやく2回目。いかに宗谷本線の列車本数が少ないかがわかります。そして列車は美深駅に到着です。こちらも駅名の通り美深町の中心駅です。美深駅を発車。レンガ造りの建物を横目に去ります。美深駅からは再び平野部を走行します。川を横断。何度も言いますが、この人家が極端に少ない景色が北海道の景色ですね。さあ、美深駅から20分ほどで名寄駅です。列車は一番西側の1番線に入線します。3番線には普通列車が止まっているのが見えますね。名寄駅では人の乗り降りがありました。稚内方面から乗って当駅で下車するお客さんがいるようです。名寄駅の駅名標撮影。名寄駅から分岐する路線はありませんので、そのまま乗り続けます。名寄駅を出発。2番線と3番線の線路が合流します。しかし向こうに1本古びた線路が伸びていますね。あちらの線路は1989年に廃線となった名寄本線の線路です。他にも名寄駅には新名線という路線も乗り入れていましたが、こちらも1995年廃線となりました。北海道にはこうした廃線となった線路が多く存在します。さて、ここから特急サロベツは高速走行を開始します。地図を見ると分かりますが、名寄駅から終点の旭川駅まではほとんどの区間が直線で線路が敷かれています。また運行系統についても普通列車の場合は名寄駅でほぼ分断されています。名寄駅から南側は利用者も多く列車の本数も多いですが、北側は少ないため鉄道維持のための協議が必要となっています。さあ、標津駅の手前で手塩川を横断します。ここで手塩川とはお別れです。列車は標津駅に到着です。標津市の中心駅。2面3線の構造の駅ですが、3番線は使用されていません。標津駅の駅名標を撮影。ご乗車ありがとうございます。特別急行サロベツ2号旭川行きです。重席をご利用のお客様、車内混み合いましてご迷惑をおかけいたしておりますことをお詫びいたします。恐れ入りますが、お座席上のお荷物、お手回り品は荷棚の上やお足元等ご利用いただきますようお願いいたします。一人でも多くのお客様に座席をご利用していただきますため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。車内混み合ってまいりました。恐れ入ります。お座席上のお荷物、お手回り品は荷棚の上等ご利用くださいますようお願いいたします。一人でも多くのお客様に座席をご利用していただきますため、ご理解とご協力をお願いいたします。さて、ここ標津駅で対向の特急宗谷号と行き違いを行う予定になっています。しかし対向の列車はまだ到着していません。どうやら遅れているようです。
ズームアップすると水たまりに雨粒が打ちつけていることが伺えます。稚内を発車した時点で雨が降っていましたが、それがまだ止んでいないようです。さあ、しばらく待っているうちに対向の特急宗谷がやってきました。対向列車が到着したらすぐに標別駅を発車。約4分遅れとなりました。さて、列車は遅れを取り戻そうと高速で走行します。列車の速度は時速 118km。宗谷本線は北海道の路線の中ではローカル路線に位置づけられるかと思いますが、線内最高速度は幹線級です。列車は標別駅から約12分でワッサム駅に到着です。ここが特急サロベツ2号の最後の途中停車駅です。ワッサム駅を発車すると次は終点の旭川駅です。ワッサム駅を出ると塩刈峠を抜けるため少し低速で走行します。しかし峠を越えると再び高速走行。列車の速度は時速 117km。遅れを取り戻さんとする走行ぶりは相変わらずです。さあ、列車は長山新川を横断。そして長山駅を通過しました。ここからは旭川市街地です。さらに列車は国道12号線をアンダーパス。そしてその直後に線路が分岐して広がっていきます。進行方向右側に見える大量のコンテナ。ここが北旭川駅。旭川市の貨物ターミナルです。貨物列車の運行は当駅が日本最北端となります。そしてここからは複線となり、さらに交流電化されます。窓から架線設備を見ることができます。さあ、高架区間に入りました。旭川駅周辺は線路が高架化されており、道路と立体交差されています。進行方向右側で高架上に止まっているキハ40系と遭遇。そして H100 型デクモ、非電化路線を走る新旧2種類の列車を確認できました。列車は比較的高速で旭川駅に進入。東北の大都市のターミナル駅です。列車は旭川駅の2番線に停車。定刻より3分遅れての到着です。これで宗谷本線を全線完乗しました。北海道の鉄軌道路線の中で一番最初の制覇路線です。約3時間45分の特急サロベツの快適な旅もここでおしまい。長かったね。でも特急列車だったので疲労感はありません。列車から下車。旭川駅の駅名標を撮影。こちらがさっき乗ってきた特急サロベツ2号。顔面が紫色です。そしてこちらがこれから乗る特急ライラック18号札幌行きです。階段を介さずホーム対面で乗り換えができるのは大変親切ですね。旭川駅の出発時刻は10時30分です。車内に入ると赤色の座席が迎えてくれます。さあ、発車時刻となり列車の扉が閉まります。旭川駅を発車。旭川駅からは函館本線を乗り潰します。皆様こんにちは。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急ライラック18号札幌行きです。停車駅は深川、滝川、砂川、美唄、岩見沢、終着札幌です。列車は6両編成、前が6号車、後ろが1号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は4号車、5号車、6号車です。トイレは1号車、4号車、6号車にあります。その他、車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。それでは
目的地までごゆっくりお過ごしください。乗車する列車が気動車から電車に変わり、走行音は大変静かになりました。気動車のけたたましい音も心地よいですが、やはり静かなのが一番です。まもなく深川です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。深川の次は滝川に停まります。まもなく深川です。まもなく深川に到着いたします。出口は左側1番線到着です。深川からのお乗り換え列車をご案内いたします。普通列車留萌行きは4番線から11時10分。JR 北海道バス新名線幌加内行きは駅前バス乗り場から11時35分の連絡です。深川での停車時間はわずかとなっております。深川でお降りのお客様はお忘れ物などなさいませんようお手回り品をご確認ください。お支度をして到着までお待ちください。列車は旭川駅から18分で深川駅に到着。最初の停車駅で下車します。そしてその間に特急ライラックの扉が閉まります。ここまで送ってくれてありがとう。稚内駅から続いた特急列車での移動もここで一旦打ち止めです。さて、特急列車を見送って一旦改札の外に出てきました。改札の上に列車発車案内表示器があります。乗る予定の列車も表示されています。改札に切符を通します。階段を上り、跨線橋を渡ります。階段を降りた先には気動車が1台。こちらが乗る予定の列車です。さあ、函館本線の攻略を打ち切って乗り潰すのは留萌本線です。すでに廃線になることが決定している路線ですが、鉄路がなくなる前に乗っておきたかった深川駅を11時10分に発車する普通列車の留萌行きです。乗務員室の上に運賃表示器があります。下に運賃箱ももちろんあります。留萌本線の列車を待っている間に旭川方面の特急列車が到着。乗り換え客が列車に乗り込んできます。乗降が完了したら扉が閉まります。深川駅を発車、ゆっくりと動き始めます。留萌本線の攻略開始です。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。留萌行きです。特急北千住駅には変わりません。さあ、進行方向左側へ函館本線の線路が分かれていきます。深川駅発車後もしばらくは住宅が見えます。車内には多くの人がいらっしゃいます。ここにいるほとんどの人が観光客です。警笛を鳴らして雨竜川を横断します。風情があってとてもいいですね。そして列車は石狩沼田駅に到着です。ここはかつて札沼線の終点駅でした。さらに留萌本線も2023年3月末に当駅から終点の留萌駅まで廃線となる予定です。その石狩沼田駅の駅名標を撮影。そして石狩沼田駅を発車します。ここからは2023年に廃線になる区間です。列車はマップ駅に到着。ホームが1両分にも満たない木製のホームです。お金のかからなさ加減が伺えます。次に列車は海老島駅に到着しました。昔この駅から留萌鉄道という路線が伸びていました。駅舎はマップ駅と比べると立派です。海老島駅を出ると列車は山の中へと入っていきます。沿線には雪が残っています。もう5月なのにそれでも雪が残っているというのは本州の人間からすると信じられない光景です。北海道の冬の厳しさが伺えますね。後面展望もなかなか見応えがあります。
峠を越えると雪は少なくなりました。完全になくなってはいないですけどね。列車は藤山駅に到着。駅舎の代わりにボロ建て小屋が一つあります。大和田駅もしっかり撮影。最後の途中駅です。さあ、留萌市街地に入りました。この橋で最後の留萌川横断となります。さあ、終点の留萌駅が近づいてきます。 ATS のベルが明動。終着駅に来たのだと実感します。列車は1の停止目標に合わせて停車。扉が開いたので下車します。早速列車の撮影をしに行きましょう。留萌駅と列車を一緒に撮影。もう少しでこの光景が見られなくなるので、これでもかというぐらい撮っておきます。日本一の夕日の街、数の子生産日本一の町、留萌市へようこそ。来ましたよ留萌。これで留萌本線を全線完乗しました。宗谷本線に続き2路線目の制覇路線です。留萌駅の駅名標を撮影。木製の立派な縦書きの駅名標も撮影します。車内放送にもあった通り、留萌本線は留萌駅が終点です。この駅から先は営業運行されていません。ズームすると先のところで線路が途切れています。2016年まではここから増毛という駅まで線路が続いていました。さて、折り返し時間はわずか11分です。留萌駅を12時18分に発車する深川行きで来た道を戻ります。滞在時間が11分なんてなんとも寂しいところですが、先々の予定を考えるとゆったりとすることはできません。廃線前にここに来れただけでもよしとしましょう。さあ、列車の扉が閉まります。留萌駅を発車。短い時間でしたが心に刻まれました。ありがとう。留萌駅を後にします。さらば。さて、留萌駅を発車した段階で12時を過ぎているので、ここでお昼ご飯にします。深川駅で購入したロールケーキと自宅から持ってきたクッキーです。深川駅でコンビニを探して弁当を買おうと思ったのですが、なかったのでこれになりました。ロールケーキの中身はご覧の通り、かなり大きい大ボリュームです。幌糠駅に着いた車窓とともにいただきます。はい、ということできっちり食べきりました。生クリームが昼飯としてはちょっときつかった。さて、列車は峠を越えました。マップ駅を通過。往路では停車でしたが、復路では通過となります。そして北一安駅に到着。最後の留萌本線停車駅です。さあ、終点の深川駅に到着です。これで留萌本線の往復が完了。廃線前に乗れてよかった。さて、階段を上り下りして跨線橋を渡りましょう。一番線に来ました。往路とは異なり、今度は乗り換え時間が6分と少なめです。でも記念に駅名標はしっかり撮影。これはちゃんとやっておかないとね。お待たせいたしました。まもなく1番線の13、15、9分間札幌行き特急
さあ、深川駅から再び函館本線の攻略に戻ります。乗り換え時間少なめでちょうどよく特急ライラックがやってきました。もちろん自由席に乗車。深川駅を定刻で発車します。さて、こちらが特急ライラックの座席です。モケットはエンジ色になっています。座席を傾けるボタンは肘掛けに。背面テーブルはもちろんあります。チケットホルダーもあります。カーテンは上から下ろすタイプのものです。トイレもちゃんとあります。男女共用と男性用が一つずつ。優先スペースもあります。座席が取り払われ、車椅子の人が入れるようになっています。まもなく滝川です。到着5番線お出口左側です。さあ、進行方向左側から線路が合流してきました。根室本線です。列車は放送にもあった通り、滝川駅に到着です。当駅で函館本線から根室本線が分岐しています。滝川駅は根室本線の起点となる駅です。滝川駅の駅名表を撮影。ここからだと乗車案内看板のせいで少し隠れています。列車は滝川駅を発車。根室本線の攻略はまだ後です。滝川駅を出ると貨物コンテナが積んであるのが見えました。さあ、まだまだ景色の開けたところを進んでいきます。これが北海道の景色と言っていいでしょう。まもなく岩見沢です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。岩見沢の次は終着札幌です。列車は岩見沢駅に到着です。放送では案内されませんでしたが、この駅からは室蘭本線も伸びています。岩見沢駅は室蘭本線の終点となる駅です。また、ここから札幌近郊区間に入るため、奥のホームには函館本線の電車が止まっています。岩見沢駅に無事到着。今度は駅名表をバッチリ取れました。そして停車時間わずかで岩見沢駅を発車。室蘭本線の攻略も後回しです。先に札幌駅に向かいます。岩見沢駅発車後は室蘭本線と並走します。かなり長い距離並走します。ちなみに室蘭本線は途中の沼の畑駅まで非電化となっています。そのため線路の上に架線はありません。その室蘭本線は国道12号線をまたぐため、盛り土で少し高度を上げた状態で分かれていきました。さあ、列車は夕張川を横断します。江別駅を通過。ここからさらに普通列車の運行本数が増えます。そしてしばらくすると高架区間を走行します。のっぽろ駅周辺は高架区間となっており、上から江別市の街並みを見渡すことができます。国道12号線が函館本線の上を横断。ここら辺の区間は線路と道路の間隔が広くなっています。おそらく除雪した際に雪を置いておくためのスペースでしょう。さあ、進行方向左手より線路が合流してきました。こちらは JR 千歳線です。千歳線と合流したらすぐに左手に貨物コンテナが見えます。こちらは札幌貨物ターミナルです。まもなく終着札幌です。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。チケットホルダーをご利用のお客様は切符の取り忘れにもご注意ください。今日も特急ライラック24号をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着札幌です。到着は2番線お出口左側です。またこの列車、車庫に入る回送列車となります。引き続きのご乗車はできません。ご注意ください。さあ、終点の札幌駅に間もなく到着します。北海道の中心地だけあり、高い建物がたくさん建っています。札幌駅の2番線に到着。こ
これで函館本線を札幌駅から旭川駅まで乗り潰しました。特急ライラックが札幌止まりなので当然下車します。札幌駅の改札を通過。ここで JR 路線の攻略を打ち切ります。改札を抜けたら地下へ。さすが札幌駅は人通りがめちゃくちゃ多いです。さあ、多少道に迷いましたが、目的の改札口を無事見つけました。前日にあらかじめ購入しておいた切符を通します。使用した切符は札幌市営地下鉄が販売している土日化切符という切符です。休日限定で使用可能な切符で、札幌市営地下鉄路線を1日全線乗り放題になります。平日使用可能なフリー切符もありますが、平日が830円なのに対し、休日は520円となっています。さあ、階段を降りると同時に列車がやってきました。札幌駅を14時31分に発車する南北線普通列車の真駒内行きです。さあ、大通駅に到着です。札幌駅から一区間で下車します。ホームを南に歩きながら列車が発車。お世話になった車両のお見送りをさせていただきます。さて、南改札口につながる階段を上ります。改札を通過。札幌市営地下鉄から一旦抜けます。そして見つけました。10番出口。ここから地上に出るということは、次に何に乗るのか想像がつくでしょう。市電乗り場は地上に上がって右側です。交差点に到着。道路上に線路が敷設されています。西4丁目停留場の外回り線乗り場へ。電車はまだ来ていません。この路面電車の駆動音がたまりませんな。さあ、目的の電車がやってきました。札幌市電の最新列車1100型。愛称はシリウスです。西4丁目停留場を14時40分に発車します。車内には結構人が乗っています。扉が閉まりました。札幌市電の攻略開始です。停留場を出たらまずは交差点を右折します。さあ、信号が切り替わり出発。ちょうどよく反対側の列車と行き違います。さて、今入線した区間は2015年に新規開業した区間です。他の区間とは異なり、道路の両側に線路が敷設されています。この区間は都心線という正式名称があり、これにより札幌市電が環状運転されるようになりました。ちなみに運賃はどの区間を利用しても均一200円です。運賃箱に現金を入れるか IC カードをタッチすることで精算します。電車はたぬき工事停留場に到着。たぬき工事停留場からも列車はゆっくりと慎重に進んでいきます。電車と車の距離がめちゃくちゃ近い。これこそ路面電車の醍醐味です。次はすすきの停留場です。電車は交差点の手前で長時間停車。信号待ちのようです。ここで右へ右折するようです。ズームアップすると線路が右に曲がっているのがわかります。さあ、電車が出発。交差点を曲がります。交差点を曲がると内回りの線路と合流して線路が道路に挟まる形態に変わりました。ここからは2015年よりも前にすでに運行されていた区間で道路の真ん中を走行します。札幌市電は線路がきれいに敷設されています。最新列車の静粛性と合わせて大変快適です。列車は死生館小学校前停留場に到着しました。この停留場を出ると電車は交差点を左折します。電車はさらに南下していきます。車内はなかなかの混雑です。これだけ乗っていれば黒字運営でしょう。さて、道路の真ん中を進んでいきます。反対方向のシリウスと相対。最新車両はスタイリッシュでかっこいいです。さあ、列車は江南小学校停留場まで来ました。
交差点を右折します。そして中央図書館前停留場を発車。札幌中心部からかなり離れましたが、それでも結構な混雑です。次は電車事業所前停留場です。電車がまた右折します。それと同時に線路が分岐していった線路の先には電車事業所と呼ばれる札幌市電の車庫があります。電車は電車事業所前停留場に到着。ここで運転士が交代になります。ここが札幌市電攻略のおおよそ中間地点。全線環状まで残り半分です。さて、電車事業所前停留場を出発してしばらく経ち、乗客が増えてきました。立ち客が発生しています。電車事業所前停留場付近で前の席に移動してきたので、全面展望を楽しむことができます。しかし新型車両といえど視界は狭い模様。電車は西15丁目停留場に到着です。ここからは正式名称が一条線と呼ばれる区間に入ります。さあ、西15丁目停留場を出ると電車は最後の右折を行います。右折した先の道をまっすぐ進んで終端まで行けばゴールです。次は西4丁目でございます。さあ、西4丁目停留場に無事到着です。これで札幌市電を一周し、全線環状しました。5社局ある北海道の鉄道路線のうち最初の完全攻略事業者です。さすが西4丁目停留場は利用者が多いです。乗降に時間がかかっています。さあ、電車から降りました。お世話になった電車を撮影。そしてこちらは横断歩道を渡り、再び地下鉄を利用します。階段を降りて地下へ。改札を通過します。南北線で来た時と同じ南改札口です。すぐ近くの階段を降りると南北線のホームを歩いている間に真駒内行きの電車がやってきました。しかし南北線の攻略は行いません。大通駅には南北線の他にもあと2路線地下鉄線が乗り入れています。さて、どちらの路線に乗るでしょうか。長いコンコースを抜けていきます。エスカレーターでさらに地下へ降下。そして見つけました。東宝線の1番ホーム。階段でさらに下ります。ホームにはまだ電車が来ていません。無事予定通り乗り継げそうです。まもなく1番ホームに福住行きが到着します。ご注意ください。さあ、札幌市電を一周して札幌市営地下鉄の本格攻略を行います。一番最初に攻略するのは札幌市営地下鉄の中で最も新しい路線、東宝線です。大通駅を15時41分に発車する福住行きです。車内は空いています。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は福住終点です。さあ、東宝線は全区間が地下区間なので編集で途中の部分をカット。終点の福住駅に到着です。終点の福住駅で下車。駅名標を軽く撮影。福住駅に到着したら来た道を折り返します。福住駅を15時57分に発車する栄町行きです。発車時間となり扉が閉まります。福住駅を発車。さて、ここでベースフードのパンを食べます。利用者が少ない今のうちにいただきます。はい、完食。ささっと食べきりました。次は大通り折り口は左側に変わります。南北線、東西線はお乗り換えです。列車は大通駅に到着。駅名標を撮影。列車のドアが閉まります。ここからがこの列車で乗り潰す区間です。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は栄町終点です。はい、ということで栄町駅に到着です。駅名標をしっかり撮影。
電車は栄町駅に到着したら北側に引き上げていきます。お世話になった列車に感謝を込めてありがとう。さあ、これで東宝線を全線環状しました。3路線ある札幌市営地下鉄のうち最初の環状路線です。栄町駅に到着したら福住駅の時と同様来た道を折り返します。発車番線は1番ホーム。発車時刻は16時28分です。まもなく1番ホームに福住行きが到着します。ご注意ください。さて、先ほど乗ってきた列車でしょうか。福住行きの列車が到着しました。最新車両の9000型に乗りましょう。列車の扉が閉まります。栄町駅を発車、札幌都心に戻ります。札幌市営地下鉄は路線網が単純なので乗り換え案内が貼ってあります。大抵は大通駅で乗り換えれば良いのですが、一部は札幌駅で乗り換えるのが良いようです。次は札幌折り口は右側に変わります。さあ、札幌駅に到着です。ここで下車します。駅名標を軽く撮影。黄色い階段を上りましょう。改札を出ます。札幌市営地下鉄の攻略はここで一旦打ち止めです。さて、 JR の改札口にやってきました。札幌市電と東宝線を全線環状したら再び JR 線の攻略に戻ります。次の列車は7、8番線から発車します。階段を上りましょう。目的の列車はまだ到着していません。9番線から普通列車が発車していきます。この普通列車にも全線環状のために乗る予定です。さあ、目的の列車が草園方面から回送としてやってきました。札幌駅を17時ちょうどに発車する特急カムイ31号旭川行きです。札幌駅と旭川駅を結ぶ特急はカムイとライラックの2種類があり、それぞれ使用される車両形式が異なります。列車の扉が開きました。車内に入りましょう。茶色の座席がお出迎えです。発車時刻となり札幌駅出発です。すでに攻略済みの函館本線を走行します。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急カムイ31号旭川行きです。停車駅は岩見沢、美唄、砂川、滝川、深川、終着旭川です。列車は5両編成で前が1号車、後ろが5号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は1号車、2号車、3号車、5号車です。トイレは1号車、4号車、5号車にあります。車掌室は4号車にあります。その他、車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。車内放送をしている間に列車は苗穂駅通過です。そして札幌貨物ターミナルの脇を通過。平和駅の先で JR 千歳線と分かれます。札幌都市圏を抜けると牧歌的な風景に戻ります。列車は夕張川を横断します。列車の静粛性が高いので川を渡る時も非常に静かです。さあ、進行方向右側で国道12号線をまたぐ赤い鉄橋が見えました。そして線路が合流、室蘭本線です。列車は岩見沢駅に到着。ホーム上には馬のモニュメントがあります。乗降が完了すると列車はすぐに扉を閉め岩見沢駅を発車します。岩見沢駅で室蘭本線に乗り換えることも可能でしたがスルーします。さて、岩見沢駅を出た後も列車は広い平野部を走行します。列車の速度は時速110キロです。
まもなく滝川です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。滝川の次は深川に停まります。まもなく滝川です。放送にもある通り滝川駅に到着します。列車の扉が開きます。ご乗車ありがとうございました。滝川駅到着です。目黒線赤平芦別寺田方面東鹿越行き快速成田地方へお客様、連絡する通り一番乗り場へお越しください。17時57分の出発です。ということで階段を上りましょう。跨線橋を渡ると同時に特急カムイが発車していきます。さあ階段を下ると目的の列車がホームに止まっていました。滝川駅を17時57分に発車する快速刈勝東鹿越行きです。乗り換え時間が5分しかないので早速列車に乗車します。乗客が少ないのでボックス席を独り占め。滝川駅の駅名表を撮影。前面のお顔の撮影は写真のみとなりました。列車の扉が閉まります。滝川駅を発車。列車が正常に動くかどうか確認するかのように慎重に発進します。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。目黒線快速列車東鹿越行きです。東滝川東に回ります。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。列車は3本ある線路の一番右側を走行します。左の2本の残りの線路は函館本線の旭川方面です。さあ滝川駅を出てしばらくして函館本線と分かれます。ここからは根室本線の線路1本のみ。根室本線の攻略開始です。車内はご覧の通り乗客が少ないです。ボックス席1つにつき1人いる程度です。さて滝川駅を出て18時となりましたのでここで夕食としましょう。札幌駅のお惣菜屋さんで購入しました山菜ホッケ弁当と菜の花からしあえです。蓋を開けるとご覧の通り、いやーうまそうですな。まずは菜の花からいただき、からしとよく合っています。そしてメインディッシュのお弁当。撮影しながら食べるのは大変ですが美味しいのは間違いない。お弁当を食べながら車窓を楽しむ最高の北海道ローカル鉄道旅。お夕食無事完食しました。ごちそうさまです。さあ列車は平岸駅を通過します。乗っている列車が快速列車なので通過駅があります。平岸駅を出るとしばらくして芦別駅に到着します。滝川富良野間の途中駅としては最も乗車人員の多い駅です。ここで反対方向から来た普通列車と行き違いをします。芦別駅の駅名表を撮影。停車時間わずかで芦別駅を発車します。さあ電車は芦別駅を出ると高度を上げていきます。列車は芦別川を横断。辺りがだんだん暗くなってきました。富良野駅に到着する前に夜になりそうです。列車は森の中を進んでいきます。人家は全く見えません。そして列車は滝里トンネルに入りました。長さは5595メートル。根室本線内で2番目に長い長大トンネルです。近隣にある滝里ダムの建設にあたり根室本線の一部区間が水没してしまうことから迂回ルートとしてこのトンネルが掘られました。トンネルの開通は1991年10月22日となっています。さてそんな長い滝里トンネルですが編集を使ってカット。トンネルを抜けた後もまだ芦別市内です。さあ時刻はもうすぐ19時。暗くて分かりにくいですが進行方向左側で線路が1本近づいてきました。こちらの線路は JR 富良野線です。列車は富良野駅に到着。
名前の通り富良野市の中心駅です。完全に夜になる前に来ることができました。カメラの先に止まっているのは富良野線の列車です。富良野駅の駅名表を撮影。停車時間がわずかなので車内から撮影します。さあ、列車は19時2分定刻で富良野駅を発車。富良野線の攻略は後回しです。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。さて、富良野駅を出るとさすがに完全に夜です。現在地を確認する方法は Google マップしかありません。夜になると明かりも全くない。これが北海道。下金山付近では鹿と衝突しそうになったので緊急停車しました。安全を確認して再出発。こんなところで事故になって動けなくなったら命の危険すらあるでしょうね。列車は全長2255メートルの空知トンネルを走行。トンネルを抜けると金山港を横断します。といっても夜で外の様子は全く分かりません。鉄橋を横断している音は聞こえます。さあ、列車は東鹿越駅に到着です。駅舎に書かれた東鹿越の文字を撮影。ここでこの列車は終わりです。東鹿越駅から先、線路は続いていて、出発信号も停止現時が点灯していますが、この先に向かう列車は一本もありません。それどころか将来は東鹿越駅も含めて、富良野新徳間の鉄道輸送は廃止される予定となっています。じゃあここから先、新徳駅に向かうには何に乗ればよいかというと、別の交通手段が用意されています。それがこちら、バスです。快速刈勝に接続する形で、新徳行きの代行バスが出ています。東鹿越駅の出発時刻は19時54分です。早速車内に乗車しましょう。内装は完全に高速バスです。一般道走行しますのでシートベルトの装着をお願いいたします。また走行中ですね、窓を開けてしまいますと、換気効率が逆に悪くなってしまいます。走行中窓を開けないようお願いいたします。では出発します。ということで東鹿越駅出発。放送にもあった通り一般道を走行していきます。5月にもかかわらず沿道には雪。バスは慎重に目的地へ進んでいきます。さて、バスは生虎駅に到着です。映画ポッポ屋のロケに使用されたことがあります。次にバスは落合駅に到着です。生虎駅でもそうでしたが、乗降する人はいませんでした。乗客はほぼ 100% 観光客。地元の人は使っていないと言っていいでしょう。さあ、次は終着の新徳駅。ここからがめちゃくちゃ長いです。鉄道でも 18.7km も離れています。バスはここを国道38号線経由で20分かけて走ります。なぜかすでに定刻から3分遅れていますが、遅れを回復できるでしょうか。次の乗り換え時間が8分しかないので少し不安です。さて、バスは山を降りていきます。進行方向右手、新徳町の明かりがわずかに見えます。麓まで降りてくると道が直線的になりました。果たして遅れはどの程度になっているでしょうか。はい、お疲れ様でした。まもなくで新徳駅到着になります。代行バスはここまでとなります。この先は列車の方に乗り換えとなります。お降りの際、お忘れ物ございませんよう十分お気をつけください。まもなくで新徳駅到着します。さあ、バスは無事新徳駅に到着しました。落合駅発車時点で発生していた遅れは、新徳駅到着時は定時まで回復していました。ありがとうございました。バスから下車します。こちらが新徳駅の駅舎。早速中に入ります。建物の中に売店もある立派な駅です。次の列車の発車時刻を確認。1番線に来るようです。特急大空12号は6両編成。前2両が自由席です。駅舎から出て駅名標を記念に撮影。2、3番線に渡る階段の手前には電光掲示板が取り付けられています。
稼働しているのでしょうか。全部消灯しているのでよくわかりません。ちなみに新徳駅には銀色の真新しい車両が止まっています。こちら3番線に止まっている列車は新徳駅から帯広、釧路方面に発車する普通列車です。21時4分発の池田行き H100 型という2022年3月12日から運行開始となった JR 北海道の最新車両です。この旅で最低1回は乗ってみたい車両、乗る機会はあるのでしょうか。お待たせいたしました。まもなく1番線に遅れております札幌駅特別急行大空12号が到着いたします。危険ですので黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。さあ10分ほど待って目的の列車がようやくやってきました。釧路方面の列車が鹿と衝突した影響で対向の列車も遅れて到着。新徳駅を21時2分に発車予定だった特急大空12号札幌行きです。さあ扉が開いて乗車、乗る。自由席を利用します。新徳駅を発車、定刻より5分遅れです。さあこちらが特急大空の座席です。紫色の座席となっています。背面テーブルは超大型、デスク作業もゆったり行えます。そしてボトルホルダーあり、座席は肘掛けにあるボタンで倒します。カーテンも上から引き下げる、いかにも最新車両についていそうなタイプです。さて座席でひとしきり遊んだら次の停車駅を電光掲示板で確認。次はトマムに停まります。新徳駅を出た後の根室本線の特徴といえばこのヘアピンカーブの続く線形でしょうか。新徳駅から西へ行くには先ほど乗ってきた代行バスと同様に山越えとなるので勾配を緩和するために距離を稼いでいます。さあ列車はトンネル区間に突入しました。新刈勝トンネルです。長さは5790メートル。根室本線内のトンネルとしては最も長いです。そしてそのトンネル内で線路が2本に分岐しました。ここは上落合信号場です。ここで列車同士の行き違いが可能なほか、根室本線と関商線が分岐しています。進行方向右手に分かれる根室本線方面は営業運転していないので、当然左手側の関商線方面に入線します。さて関商線に入ってしばらくすると最初の停車駅トマム駅に到着します。乗車人員が40人しかいませんが、全ての特急列車が停車します。というよりこの駅には特急列車しか停車せず、普通列車は1本も運転されていません。1、2分ほど停車してトマム駅を発車します。トマム駅を出ると次の停車駅は南千歳駅。進行方向左側、道路の明かりが見えます。そしてシェルターを通過。分岐器が正常に動作できるよう雪が分岐器の上に積もることを防いでいます。そして分岐器を通過したらシムカップ駅を通過します。シムカップ駅通過時の速度は時速 105km です。さあ列車はトマム駅から1時間走行し続けてまもなく南千歳駅に到着します。進行方向左側で線路が合流してきました。手前の線路は新千歳空港に向かう線路です。列車は南千歳駅に到着。新徳駅発車時と同様約5分遅れての到着となりました。とはいえこれで関商線を全線環状、 JR 北海道の路線としては3路線目の環状路線です。記念に南千歳駅の駅名標を撮影。南千歳駅からは千歳線に入線します。当駅で新千歳空港方面あるいは苫小牧方面に向かうことも可能でしたが、どちらにも乗り換えずそのまま乗り続けます。さて約5分遅れて走行中の特急大空号ですが、先行列車が詰まっているのか列車の速度は遅めです。運行速度は時速 35km。 明らかに何かありましたね。とはいえ完全に止まっているわけではなく少しずつ動いています。目的地まであと少しです。ご乗車ありがとうござ
さあ、目的地の新札幌駅に到着です。列車から降りた先、目の前にある駅名標を撮影。ご乗車ありがとうございます。新札幌です。新徳駅からお世話になった特急大空12号のお見送りをします。最近製造されたばかりの車両なのでしょう。非常に快適な旅でした。ありがとうございました。さあ、階段を下りたいと思います。新札幌駅構内は寒さ対策のためか自動ドアがたくさんあります。改札を通過。改札の外に出ます。そして階段を降りて地下に向かいます。地下に潜ったということは、次に利用するのはもちろん地下鉄ですね。徒歩圏内に札幌市営地下鉄東西線の新札幌駅があります。土日化切符で改札を通過。さあ、東西線の列車がやってきました。新札幌駅を23時10分に発車する宮の沢行きです。東西線の車両はオレンジ色をまとっています。内装もオレンジ基調ではなく、座席は茶色となっています。列車が到着してすぐ扉が閉まります。さて、地下鉄東西線はずっと地下なので、編集を使ってカット。大通駅に到着です。地下鉄南北線などに乗り換え可能ですが、今回は先に宮の沢駅に向かいます。大通駅では大量に人が乗ってきます。座席が埋まるくらい混雑するようになりました。さあ、列車は終点の宮の沢駅に到着です。列車から下車。宮の沢駅の駅名標を記念に撮影。これで東西線を全線環状しました。札幌市営地下鉄の路線は3路線中2路線環状しました。宮の沢駅に到着したら同じ列車で来た道を戻ります。宮の沢駅を23時50分に発車する新札幌行きです。お待たせしました。1番ホームから新札幌行きが発車します。ご注意ください。宮の沢駅の滞在時間はわずか5分でした。次は大通りです。南北線、東方線はお乗り換えです。さあ、大通駅まで戻ってきました。ここで下車します。大通駅の駅名標を軽く撮影。お世話になった列車のお見送りをします。今日の旅はここ大通駅でおしまい。ありがとうございました。さあ、改札を通過しましょう。改札を出ると、今日の電車が終了したことを示す電光掲示板がけたたましいブザー音を鳴らしていました。何の意図があってこんな有事でも起こったような音にしているのでしょうか。めちゃくちゃ怖いです。まあ、何はともあれ地上に上がってきてホテルに到着しました。ガーデンズキャビンという名前のカプセルホテルです。5000円以内で泊まることができました。このホテルに泊まるために特急大空12号の乗車を新札幌駅で打ち切り、大通駅を1日目の最終目的地にしています。旅費を節約するのはとても大切。ということで、北海道鉄軌道路線全線環状の旅の1日目は終了です。結論、1日で全線環状することは不可能でした。まあ、路線距離を考えれば、1日で全線環状することができないのは当たり前ですかね。1日目の工程を無事トラブルなく全て完了し、次回は2日目の様子をお送りしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、
Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。